Welcome! こんにちは、ジュディ・ヨーグです。今日はね、またね、美味しい、私の簡単レシピを皆様にご紹介したいと思うんですけれども、また材料がこれしかないので、もう何とも言いようがないんですが、大根と干しエビのニンニク炒めです。で、あまりにも簡単なんで、少しぐらいなんかやらなきゃいけないかなと思いまして、ちゃんとやります。でも半分も切りました。では大根をまずね、このぐらいのサイズに切るのね。あんまり太いとなかなか火が通らないので、シャキシャキ感が残って、なおかつ美味しいという味が染みてるという風にしたいと思います。で、少し置いといてしなっとしても美味しいの。でもあまりにも、大根を縦に切るとなかなか繊維が噛み切れないので、輪切りまず輪切りにするのね。今輪切りにこれしてありますよ。皮むいて輪切りにしました。で、これを干しエビと、それからお塩ね、そして何よりも大切なニンニクで、一番最後に大葉をちょっと、あまりにも真っ白系なのでちょっと色をつけるので、グリーンを上にのせたいなと思っています。これ後でみじん切りしますね。で、オイル、サラダオイル、私今日は米油、あれでもいいね、オリーブオイルでもいいんですよ。でまたコクの出た味になりますので、以上の材料だけなんですけども、すごく美味しいです。それでは始めましょう。まず大根を、千切りにしていきます。一回手はきれいに切ってありますよ。千切りって言ってもあんまり千切りすぎちゃうとポロポロになっちゃうので、さっきぐらいね、私ちょっと今いい気になって細く切っちゃったかもしれない。でね、包丁ってね、てってってっていくのがうまいなと思わなくて、ちゃんときれいに切れることが大切なんですね。粒が揃ってて形がちゃんと一緒、それが大切なのね。大根はね、そうやってだいたい1本の半分弱ぐらいしてあります。もう辛い方でも上の方でも下の方でもいいんですけれども、どうせね、火通したらば辛みは全部飛んじゃいますので。ではここ入れましょうね。今日は賑やかです。戦争が外でニコラとおそらくアポロがやってるんだと思います。で、きれいにこれ切りましたね。切ったら、じゃあ次はニンニクに行きましょう。ニンニクというのは前にもお話ししたかと思うんですけれども、ニンニクね、こういうふうなペーパータオルの中に入れるんですね。皮のまんま入れます。それでこれをね、後でどっちみちゴミで捨てるので、ペーパータオルはね、ここでね叩くの。レバノがいいですよ。これ叩きます。親の敵ぐらい叩きます。そうすると出てくるのが、皮を避けてもこのぐらいもう潰れてますので、香りがすごく出てます。私のところは今ニンニクの香りでいっぱいだわ。ではやめてちっちゃいのにしましょうね。扱いやすいのね。これをちゃっちゃとこのぐらいでいいです。あんまり細かいとそれを食べなきゃいけなくなるので、あんまりニンニクの得意じゃない人は困っちゃうでしょ。これでニンニクができました。さあ、それでは油を敷いていきましょう。これでシャッとこうあっちゃうとね、匂いがしないの。鍋はいつも少し温まってからね、油を入れましょう。はい、温まって。中華鍋すごい早いのよ。油を敷きます。もうこのぐらいでいいでしょう。そしたらニンニクを先に入れましょう。あら、もうちょっと待たなきゃいけなかったわね。でもいいです。同じようなもんだ。誰も見てない。かの有名なジュリア、何ですか、フランスの大先生。うっと失敗してもね、誰も見てない、誰も言ってないって言ってね、戻すんですよ。あれ、すごい魅力的でしたね。Who knows って、誰も知らないですよ。キッチンにいるのは自分だけだからっていう、シーンをメリル・ストリープがジュリー・ジュリアかな、ジュリア・ジュリーどっちかな、有名なアメリカ人の方でフランスに行って、それでフランス料理をね紹介する、すごいね、なんかもともとは行きますよ。これエビでね、
感じとしてはエビを少し炒めるというよりも揚げ炒めみたいな感じ。そうするとエビの香りが3倍ぐらいで美味しくなるの。これやらないとダメですよ。ちょっと待っててね。そうすると焦げてくる。いい色ね。いい色になってきましたね。エビの周りがちょっと上がってる感じかなって。このぐらいになったらば、さあ行きましょう。大根。大根は上だけでこうやってやったらひっくり返ったら必ず下まで。これで手前に持ってくる。下のものを前に持ってくるっていうように炒めるんですよ。そうするとエビの香りがね、全部の大根に回ってくるの。見てください。だんだんね、さっき炒めたエビの色がこうやって中に入ってきます。これが大切なの。少しずつ色が染まってきましたね。いい感じになってきましたよ。そしたら少しこれでちょっと味を見てみましょう。塩入れなきゃね。お醤油入れます。で、ちょっとだけ鶏ガラ入れます。本当にスプーン半分ぐらい鶏ガラ入れました。そうすると今度ね、お塩でもってこの大根の中の水分が出てくるのね。で、自分の水分で自分を煮るっていう、そういうことになります。水足したらいけませんよ。自分の水分で自分を煮る。じゃあ一回浸してみましょうか。で、これで自分を蒸しにするのね。最初からあんまり塩と鶏ガラ入れちゃうと煮詰まってしまうってすっごい辛くなっちゃうといけないので、最初は少しで後で味を調整します。で、あんまり染み込んじゃうと塩分ばっかり取っちゃうのね。外についてる塩の味をいただくと、塩の味が先に来て大根の甘みが来るっていうか、だからなんていうんですか、塩分取りすぎないで済むんですね。どなたが来たのかしら。どなたかが来ましたね。ほら、しんなりしてきた。これ大根自分の汁よ。自分の汁で自分を煮てるのを一回かき混ぜたら、またこれをちょっと休ます。自分で自分を煮るって変な日本語ね。でも自らの水分で自らをこう煮るというか蒸し煮をするという、ことですけれども、これはね、干しエビというのは日本の干しエビとちょっと違って、台湾の干しエビちょっと大きいので、塩分が非常に多いです。でも香りがすごい高い。だから皆さん間違って普通のエビだと思って入れちゃうと、そっからくて食べられないのね。もうさっき言ったこれが関の山、この程度が関の山です。これで半分の大根が食べられるぐらいで、エビの香りはこれでもう十分にありますので、素晴らしい。こんなにほら素晴らしくなってきた。飴色になってきましたよ。ちょうどいいサイズに切ってあるので、割と早くに火が通るのね。これあんまり太いと延々に待たなきゃいけなくなっちゃうんです。大根が火が早く通る細さであるということと、食べやすい。おじいちゃんおばあちゃんもお召し上がりになると思いますよ。もちろん子供もですけど。煮てる間なんか歌いましょうか。昔ね、大根の歌一回歌ったことあるんですけど、覚えてらっしゃる？大根を抜こう、大根を抜こう。大変だ、大根を抜こう。もう大根をなかなか抜けないっていう、そういう歌があるんですけど、パロポロポっていうのは大根のことね。パロポヘイヤヘイヤパブトン、ヘイヤヘイヤパブトン、なかなか大根が抜けないっていう、歌ですけども、歌ってる間にだいぶできてたかな。どうでしょうか。いい感じになってきました。いい感じですよ。ほら、見てください。飴色になってきましたよ。ね、半透明になってくると、だいたい火が通ってるっていうことですね。じゃあ、これで一回、蓋をして、それで火を止めましょう。そうすると、この
冷えていきながらお汁の味が今外でこうなってるだけですけど、それをギューッと中に入っていく時間です。じゃあその間にお皿の用意をしましょう。これは私が作ったの。窯元に行って。確か元はあったのかな。違う。上でここ全部削っていただいたのね。でこれ私チェーンユーって書いてるでしょ。でこれね水墨画の描き方で、いわゆる蘭ですね、中国の蘭、日本の蘭もこんなような蘭ですね。蘭を描いたの。そしたらね、筆が当たっちゃってちょっとここら辺がブクってなったけど、まあうまくいった方かな。そう言っている間にだいぶ味が染み込んできたと思います。でどうかなっていうのをここでねちょっとだけ。我が家は機能的に出てきますよ。背中を向けたらすぐね、もう欲しいものが取れるようになって。いただきます。うんうんうん、美味しいけどご飯を混ぜるならもうちょっとあってもいいかもしれない。ではもう一回火を入れます。もう素晴らしい。見てこのしなやかな大根。大根しなやかってみんな見たことないでしょ。大根って大体ね、おでんの中でも形になってるのが大根じゃないですか。それがこんなね、麺みたいに柔らかくなるなんて信じられないでしょ。でも実際にそうなのよ。それがお料理の不思議で。では今から大葉をのせます。ちょっとでいいのよ。本当にちょっとだけ。本当のちょっと、ね、半分に切って一緒にして、はい、こんなにね多くなくていいの。本当にちょっとって感じ。これをねちょっとほぐして上にしてください。あらまあ美味しそう。美しくなりました。緑が入ることによって色や美しいですね。というわけで大根と干しエビのにんにく炒めです。大葉の香りも爽やかで結構これいいかもしれない。どうぞ召し上がれ。というわけで大根と干しエビのにんにく炒め、早速いただきます。これ本当に自分で言っちゃなんですけど、すごく好きなんです私。いただきます。うん、美味しい。なんかね、夏が来たって感じ。大根って夏ではないんですけど、でも大根って体の熱を取ってくれる作用があるんですね。冷えるっていうか熱取り作用があるので、これからなんか今日一日外歩いてなんかちょっと熱っぽいなっていう時には熱を取ってくれるので、これ最高だと思います。ぜひとも召し上がっていただきたいと思います。じゃあ大葉じゃなくて違うものにする時にどうなのっていう質問がありましたので、例えばね、しいたけで、しいたけをする時は今これを作る前にしいたけをちょっと油敷いて石突きを取って、もうね親の敵ぐらいでじー言いながらね炒めるんですね。焼くんですね。でそのしいたけをさっきにんにく入れて、そして、干しエビ入れましたね。であそこで干しエビがちょっと上がるぐらいな感じになりました。大根入れました。それで大根3回ぐらいかけ混ぜたらしいたけを一緒に入れて炒めてください。これもねもっとまろやかな味になってね、なかなか美味しいです。というわけで今日は大根の干しエビとにんにく炒めを、ご紹介しました。ぜひとも作ってみてください。それからなんかご要望があるとか、なんかお話ししたいこと、してほしいこととかあったらば、ぜひともコメント寄せてくださいね。チャンネル登録お待ちしてます。今日はありがとうございました。チャオ。